で、多くの方が、ね、持ち物だと思ってるから、命を。命を私が失うっていう、そのことを死と名付けているわけですよね。命それ自身が命を失うことがないんですよ。持ち主じゃないから。それそのものだから。宇宙って、これ全体が一つの命の営みですよってのはそういうことで。宇宙っていう巨大な、ね、広大な命の中に、たくさんのこの体があるんです。体が命を保有してるんじゃなくって、今、命が無数の体になっていってるんです。通じるやろか。でね、うん。ええ、僕たち、年齢の話ね、にしていくと、いつ生まれましたっつうと、大抵ね、先ほど誕生日答えるよって言って。で、今おいくつですかっつって、僕だとね、もうすぐ47、48ですよってことになるんだけど、うん。この何歳っていう計算は、さっき言ったお母さんのお腹から出てきた記念日から、カレンダーの側、ね、数字のその、月日を追っていった数なんです。この体の経過時間じゃないんです。これついてこれますか？単に年齢は暦を読んだだけで、物質的な経過時間の話ではないんですよ。これまた今日ちょっと書いてみました。はい、これ何の数字でしょうか？脳、1ヶ月で40%、胃の粘膜約3日、腸の微細毛約1日、肝臓1ヶ月で96%、筋肉1ヶ月で60%、皮膚1ヶ月で全て、血液、約100から120日、骨1年半から3年。そう。はい。皆さん書いてくれた通り、これは僕たちが日常的に経験している新陳代謝、細胞の入れ替わりの周期の話です。このように、体の部位それぞれで入れ替わりの周期が違うんです。細胞単位で見ていくと、ね、びっくりしましたよ、僕これ初めて知った時。腸のこの粘膜の微細毛ってところ、細胞の寿命として見たら1日ないんですよ。だから、こういう風に見ていくと、3年前の体はもうないんです。ここに。ね。かなり長寿命な寿命を持っても、寿命を持った細胞ですらそうな3年ぐらいなんです。もちろんいろんな説があって、脳の一部や、ね、心臓の、一部は、ものすごく長く生きるっていう説とかもあるんですけども、それにしたってそこのね、わずかな細胞がこの全身の全てをコントロールする中央指令センターになってるって言えないわけで。ね。もう腸においてはさ、ほんと生まれたてなのよ。そういう意味ではさ。いつも新しいんです。はい。で、さっきの3年ってことでいけば、暦で読んだら、今僕48ですよ。でも、ね、体年齢、ね、バラバラだけど、ここはいくつ、ここはいくつになっていくけど、サバ読んで、みっちゅってとこなんですよ、まだ。何これって話なんです。だから、
簡単によくね、私とは何なのかって言った時に、いや、これこれって体指す人いっぱいいるけど、3年前の体もうないんだよ。だとしたら、どの部分を指して、物質としてここが私ですっていうのはどこなのって話になるんです。ね。不思議だよねっていうことなんです。ねえ、人は知らないとかって言うと、わ、この人なんか宗教じみてて怖いってなるけど、こうやって見るとさ、いや、生まれてないもん死ねないよねってロジック成り立つでしょっていう。これへりくつに聞こえますかね？だって、まずさ、命の誕生の地点って誰が見たのって。出産を見ることはあるよって。でも命の誕生、見たことないやん。でも生まれたって信じてるんだよね。でも生まれたなら、死ぬ可能性は出てきますよ。うん。国際と申しまして、いつもこういうような話をしております。はい。あの、どうなんだろうな、今日は。この話聞いて新鮮っていう人がやっぱりいるのかな。すごく分かりやすく話せてると思うんですけど、へりくつになっちゃうのかな。うん。うん。だからキリストがね、ねえ、永遠の命を授けましょうっていう前にさ、授けられる前にもう永遠の命なんだよ、我々は。うん。うん。どう考えてもスタートがないんだもんだって。ねえ。はい。まあまあまあ、今日用意してたのはこれだけなんで、はい。もう20分で済んでしまったんですけども。体は器ですかねということで、その器の中にじゃあ何が入っているんですか？では、その器に何が、いつ、どのように入ったという話になるでしょうか？うーん、魂ね。では、魂って何でしょうか？ここなんですよ。僕たちはね、本当に言葉に惑わされるんです。言葉は知っててね、知ったつもりになっちゃうんですよ。魂という言葉は一体何を指しているんでしょうか？925ヒデさん、観察者という言葉がありましたが、ヒデさん、眠られている時、ぐっすり寝てる時、観察者いますか？そう、この意識っていう言葉も、ちょっとググってみてください。意識という言葉を何も知らないことがわかると思います。僕ね、いろんな人に意識のこと聞かれるんですけど、わからないから答えられないんですよ。うん。ね、魂とか霊とか、それ以前にさ、命って何なのかって分かってますってことなんですよ。こん中に入ってたって思うぐらい、命のこと分かってないじゃないですか。もちろん言葉は知ってるし、ね、普通に言ってるんですよ。
神だとか愛だとかっつうのも難しい言葉だけど、命って言葉も相当難しいってこと分かります？何なのこの命って。何のことを言うの？人によっては、生物と無生物があるって言うんです。で、僕ほんとに昔分かんなくて辞書調べたんですよ。命ってなんて説明されてるんだろうって。で、命って調べたらね、びっくりしましたね。生命のことって書かれてたんです。何の答えにもなってない。で、答えにならないから生命調べたんですよ。そしたら今度命のことって書いてやがる。ねえ。このエネルギーっていう言葉も曖昧なんですよ。じゃあ、エネルギーって何のこと？って。伝わるかな？この言葉を知っているということで、それ以降思考停止になってしまうこの感覚。ね、たらい回しにされるコールセンターみたいって。ほんとよ。そう。で、生物と無生物ってあるわけじゃないですか。で、命は分からなかったんだけど、じゃあ生物って何なんだっていうと、ね、これは辞書にもよるけど、命を保有するものって言われるわけですよ。いや、命が何か分かってないのに、保有できるできないの、その認定もまだできないじゃんで、保有するものがもう生物って出てきちゃうわけ。じゃ、例えばさ、ね、今ここにマウスがあるんだけど、これ大抵無生物になるんだよね。でも、電気で動いてんのよ。今ここにコーヒーがあって、水分って生物に換算されないんですよ。でもこうやって飲んだらさ、もうコーヒーか国際か、その区別がどうつきますかと。そして人のね、さっきの、成分じゃないけど、60%から70%は水分だって言われてるわけですよ。じゃあコーヒーはどの段階で国際になるのか。もう飲む前から僕になることが流れ上決まってるんだったら、カップに入ってても国際でいいんじゃねえのみたいな。だとしたらそれって命じゃないのだとか。うん。